他でも食べれない、大学で食べれないようなものをしていただきたい。え、綺麗。ドラムスイカ。綺麗な生姜好きです。楽しい。みんな会えない期間が辛いかな。はい、いらっしゃいませ。おはようございます。お願いします。1時半から始めてます。鶏焼いたり、エッグベネディクトの用意しないといけないので、朝の準備やる感じですかね。お客さんは10時半からです。だから朝が結構、バーってこう忙しい、ね、準備がやっぱり。にしろだいたい150食ぐらいは準備して。うん。剤です。野菜の汚れを取る洗浄剤でいつも洗ってます。肉も一応毎日マリネして。あれ生さんが置いて、あとまあ教職員さんですねがやっぱりよく来ていただいて、はい、見た目とかインスタ映えとかよく気にされる方も多いので、まあ、そういう見た目がちょっと変えたり意識しては、はい、でテーマが世界を旅するお皿みたいな感じでさせていただいてるんで、まあ、いろんな国の料理を、まあ、学校なんですね、なんか勉強じゃないですけど、そういうのも込みで、日替わりランチのプレートランチと、ライスプレート、まあ、ご飯物ですね。ご飯物と、あとはスペシャルランチって言って、まあ、パスタとか、あとは、今日みたいなエッグベネディクトとか。他でも食べれない、大学で食べれないようなものを出すようにはしてます。キャラメルソース、ホワイトソース。まあ、できる限り、あとは作ってあげれたらいいんですけどね。下がドリンク販売してます。オープンが一応10時からオープンなんで、今は準備してる。はい、
大体授業終わりで10時半早ければで次は12時過ぎに一度ピークがあります。ブイヨンライスになります。学生さんが、レシピをここで出すメニューを考えていただいて、で、それをプレゼンしていただいて、それを、見て、こちらの方で、ちょっとアレンジして提供してるっていう感じですね。これフランゴコンキアーボって言って、ブラジルのこういう料理です。家庭料理みたいなね。で、それを僕も聞き覚えがないんですけど、そういうのを学生さんが見つけてきてやってもらって、授業の一環でそういうことをされてるんで。店の場所や営業時間の順番でメニューフランゴコンキアーボのポスター作成を担当しました。まずは忙しい学生生活の中でしっかりと食べたいというニーズが非常に高いと考えました。可愛らしい印象になり、ADS ピコロのフォントながらもシズル感のある一枚に仕上げることができたと考えています。これで終わります。ありがとうございました。2月10日からくらいから始めたんで、32年。そうこうやってね、学生さんと初めてやったり、僕も勉強中ですね、全然やっぱり。知らない料理とかもいっぱいあるんで、やったことないメニューとかも作るんで、自分なりにやっぱりいろいろ調べたりして、してますね。学生さんとかまだ若いんで、食べたことないものを食べていただきたいっていうのがありますよね。で最後で最後で4年生なんで急に今日熱いメニューです。一限終わりにみんなで最後記念に食べて帰るみたいな。今日のメニュー熱い。よかった。密着動画みたいなやつね。ベネディクト。皆様一番でお渡しします。
いただきます綺麗すごサーモンのじゃあよかった取る人合ってます。しかも爪綺麗からさ取る人正解です。そうねでしたいな。アメリカンドッグ出たよポテトうまい。美味しいよな。こんな大きいの食べられへん。この時間ここ1グラムついてない。なんか留学に途中行ってたからみんなでね学科でボーンって一気に行くみたいなそうアメリカにみんな行きましたワシントン州ワシントン州田舎ですスポケーンシアトルらへんそうそう楽しかった僕の方が確かにこれ1000円でそうだって自分のバイト先とかで考えたら絶対こっちの方が安い、営業なんですけど外車の輸入もある輸出車のやつもあるんでそっち志望してて頑張りますまさか A グループのまさかがしなりです見せていいんやったら見てください A グループの佐野雅也くんと元少年忍者の黒田光くんですエンターテインメント所属です K-POP アイドルですボーイネクストドアのうなくですうなく好きなんやいろんな人好きですし。好きです推しと学校頑張りましたかっこいいごちそうさまです美味しかったねぜひ向こう所で食べてください共学になるので。あ本当だ入れるはず。時代に合った教育に。力入れてるので来てください全部そっち系で出会いも増えます。本当だ女子大はちょっと出会いがわかんない名前わかんないサーモンですじゃあクッパあったら食べたいけどそう思いながらないんだよクッパめっちゃ美味しかった今日ないんだよあ、そうだあっちは箱の中美味しく食べな美味しそうマジだよねブランドコーンそうなんだよねでも写真調べてみて昨日美味しそうやなと思ったから食べようと思って経営学部ですみんな同じゼミですあ、美味しそうだねバルサミココーソースなんでだよこれお願いします。ありがとうございます。ご飯の量大盛りと小盛りよろしいですか？あ、普通で大丈夫です。はい、頑張ります。あ、待ってこれ
安定のご飯。安定のご飯。ブラジルやん。どうゆらちゃん。どう。多分日本人用に多分味が柔らかくなっててめっちゃ美味しいです。めっちゃでもほんまに美味しい。ほんまに美味しい。本当に美味しいです。全然きつくない。全然ブラジルっぽくない。それがわかんないわ。それはわかんない。難しい。お上品よ。ありがとうございます。彼女は箸で食べてます。今日が最後授業。ない履修登録ですから。大変なこと。大変なことある？あるけど別にそう楽しいみんなあるから。期間が辛いかな。カップルやんもう。肉がさ、ホロホロになってない。強くなる。でも辛すぎる。辛いやつこれ。辛くしたけど辛くない。食べやすい。学生が作った時と比べるとやっぱりこのシェフが最後仕上げてるのでちょっと雰囲気変わってて美味しいです。学生は学生でこだわって美味しいものを作ろうと思って頑張るんで、その分逆にオペレーション上難しいことがあるみたいなので、味の面もそうですけど全体のバランスの面もちゃんと実際に使えるように変えてるっていうのがあるのかなと。学生たちは自分たち考えたのとちょっと違うって思うケースもあるんですけど、それも勉強になりますよ。実際にはこれぐらいにしないと売れないんだなとか。世界の料理を参考にして考えようって思ったんですけど、その世界の料理が載ってる世界を旅してる方が書いておられる写真集みたいなのがあって、それを見ながら考えてて、この料理見た時にすごいいいなと思ったので参考にしながらレシピを作りました。作ったよりなんか鶏肉がちゃんと煮られててほぐれてるのが私が作った試食とは違うんですけど、こっちの方がご飯と合うなって。一皿食べた時の食べやすさみたいなのはプロの方が修正してくださった方がいいのかなと思います。思ってた以上に人がいらっしゃって食べてくださってたので、すごいびっくりしたんですけど嬉しいなと思います。ごちそうさまです。普通の飲食店で働いてたんで、ここに異動になってからやっぱりその学生さんとか学校っていうものとこうね携わっていくのと全然感じが違うんで、すごい勉強にはなってます。いろんな面で同じ人がね毎日大体来るんで、その人たちに飽きさせないようにどうするかみたいな感じですよね。